先週作った草木灰です。1週間ほど寝かせて雨ざらしにしてました。でこれを回収していきます。はい。これってどこまでも灰があればどこまでも使える。そうだね。まあ若干土積ませてもね。そうよね。土の上に巻くんやもんね。その辺のそのあたり良さそうよね。この辺りの。結構な量が取れたね。やっぱ草が多かったから。そうだな。これ作ったばっかりの草木灰です。でこれを虫除けとして巻いていきます。これ何やったっけ？これエビスかぼちゃ。草木灰は虫除けの効果もあります。ちょっとまだ湿ってるんよね。水まいてたから。昨日雨降ったし。これ結構育ってるね。まあでも周りにあるだけでいいんじゃない？もうだいぶ虫除けも大丈夫なぐらいになってきてるよね、これ。ていうかもうどっちか言ったら肥料にもなるし。いいです。試しやってよ。いいです、いいです。なんかいいです。なんとなく灰をかけてもらって嬉しそうに見えるエビスかぼちゃ。では草木灰をさつまいもを植える予定の場所に巻いていきます。そんな感じざっとでいいんやな。なんかいい感じと思う。こういうふうにざっと巻いていきます。これで土がアルカリ性の方に傾くんよね。ちょっとした肥料代わりになります。草木灰の作り方や草木灰の主な成分や効果についてはこちらの動画でご説明しています。チャンネル登録してぜひこちらの動画もご覧ください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。自然農法農園テロワールチャンネルご登録お願いします。また見てね。